いわゆる皆様がイメージしているワーケーション、この印象とか定義が今後変わりますんで、ぜひですね、日本でこれからも生活していきたいという方は最後までご視聴ください。みやゆ TV。どうもエンタメ忍者みやゆです。ターンターンということで、2日前に公開した動画見ていただけましたでしょうか？まだ見てない方は戻ってっていうのがめんどくさいんで流します。これです。はい、こんな意味深な動画を上げましたけども、割と本当にこれからワーケーションっていうのが日本で生きていくにあたって大事になってくるんじゃないかなと。そう思いまして、ワーケーション大全っていうワーケーションについてのことをまとめられたページを作って、そこに動画コンテンツ作ってまとめていこうと。なんで概要欄のリンクから飛んでいただけると、もうベース作ってあるんで、そこにコンテンツをこれから追加していこうと思ってます。で、今回僕が言うワーケーションっていうのは、元々あるワーケーションもなんですけども、これから新定義となるワーケーションについても説明していきますんで。いやいや、ワーケーションなんて僕らには関係ないよっていう方もぜひですね、チャンネル登録だけしといていただけたらありがたいでございます。で、まずワーケーションってなんやねんという方もいると思うので、普通の一般的な意味でのワーケーションについてまずは紹介していきたいと思います。これは本当にシンプルでワークとバケーションですよね。仕事と休暇、これを組み合わせると。通常会社とか自宅でやるような仕事を旅行行って、旅先リゾート地に行って、そこで仕事をする。これがワーケーションです。海外とかだと結構企業が導入してるなんて話聞きますけど、日本だとあんまないですね。ノマドワーカーとかフリーランスの方だったら経験あるかもしれませんが、会社勤めの方っていうのはなかなか経験ないよっていう人も多いと思います。で、そもそもワーケーションをうまく活かせてる人っていうのもいないと思うんですよね。ワーケーションって言いながら普通に旅行を楽しんで仕事できてないみたいな。その中でこの忍者はですね、ワーケーションを極めております。はい。でも最初に自己紹介とかもしてませんけれども、長なるんでね、自己紹介。知りたい方は僕の公式サイトなんか見てみてください。概要欄にそれも貼ってます。そんなワークとバケーションを掛け合わせたワーケーションですけども、なんで重要なのと。旅行しながら仕事するの効率悪くねと。そういう風に思うかもしれませんが、これからの日本で生存していくためにはワーケーションがめっちゃ重要になってくるんですね。大まかに理由は2つですね。予告動画でも流れました。自然災害と AI テクノロジーです。もう普通言われてますよね。予言とかなんとかじゃなく、30年以内に南海トラフ巨大地震が来ると。確かですね、今年に入って30年以内の発生確率が 70% って言われてたのが、80% 程度に引き上げられました。しかもこの南海トラフ巨大地震っていうのは、東日本大震災の10倍程度の被害想定がされてます。あの地震の10倍です。もう日本の下一帯がやられます。じゃあどうなるかっていうと、自宅やオフィス、自分の働いてる場所そのもの、それが突然消える可能性があるわけです。それが30年以内に 80% って言ってますけど、10年後かもしれませんし、5年後かもしれません。1年後なのか。明日かもしれません。急に働く場所が本当になくなるんです。だからワーケーションっていうと優雅なイメージとかね、お金持ちがふわっとやってんでしょっていうイメージかもしれませんが、今後僕が伝えていくワーケーションっていうのは、備えのためのワーケーションです。
働く場所がなくなるから、旅先でもどこでも働けるようにしとかないといけないよねっていう話です。これが一つ目の理由。そして二つ目が AI テクノロジーです。数年前からね、僕は特別番組とか、ブログとか動画とかアップして、警告みたいなのしてきましたけど、もういよいよやばいっすよね。SNS なんか見てても検索窓12個ぐらい動画出てきた時、もう半分以上が AI が作った動画だったりしてますよ。今でこれです。もう本当にこれ人間か、人間を模した AI か、AI そのものかもうわかんなくなってきてますよね。AI とテクノロジーが進化しすぎて、もうトレンドの移り変わりが早すぎると。そのトレンドだけじゃなくて仕事の内容も変わってきます。海外でも AI 失業なんかが現実的にありますけど、これから日本もね、現実的にそれが来るんじゃないかと。いわゆる日本的な働き方を継続するのを、ここから10年後、20年後できるかって言ったらなかなか厳しいと思います。自然災害と AI テクノロジー。これを考えるときに日本で生きるんだったら、ワーケーションの方法を習得しておいた方がいいんじゃないのと。だからこの動画今撮ってますね。これをたまたま見て、なんとなく知識入れて準備してきた人が、やばってなった時にどうにか生きれると。そのためのワーケーション大全です。で、これからワーケーションの定義が変わるわけですね。今まではワークとバケーションでした。ワークとバケーションでワーケーション。けどさっき説明した通り、優雅なワーケーションというより切実な現実的なワーケーションがこれから重要になる。なんでワーケーションのワーが変わります。これですよ。ワーケーション。ワー、バケーション。災害が起きて職場がなくなっても、戦争が起きて街が崩れても、それでも働ける場所や休息できる場所を見つけて人生を歩んでいかないといけない。これがこれからのワーケーションです。もう怖いよ。なんでそんなこと考えないといけないのと思うかもしれないですけども、現実的ですよ、これが。これが今の日本の現状です。これから一生自然災害日本で起こらないですか？ AI テクノロジー進化しないですか？災害起きるし AI テクノロジー進化し続けてます。実際に AI テクノロジーバンバンみんな使ってます。これが現実ってなった時にどうするかワーケーションです。けどこのワーケーションの知識や技術を身につけておくことによって日本が本当に今までの働き方じゃ無理だよ。全部働く場所なくなっちゃったよ。その時に備えれるわけですから。知っとく価値はありますよね。で、本当に厳しい話言うと、南海トラフ大地震来ますよ。一体ですよ。めちゃくちゃな県影響出ます。その時に何が起きるかって言ったら、過去の事例とか見てもそうですけど、犯罪増えまくります。窃盗、詐欺、性犯罪増えまくります。治安悪くなりまくる。で、今の現状どうですか？昔の日本だったらまだマシかもしれません。けど今、大量移民ですよ。で、しかもスパイ防止法もない国です。土地も外国人がめちゃくちゃ買ってます。自然災害をきっかけにガチャン、やばいことになる可能性めちゃありますよ。だからこそいろいろ国単位でしないといけないですけど、まずは自分ですね。自分の身を守ってください。そして自分と自分の近くにいる大切な人をどう守るか。それを考えて備えておこうと。よくブログとかインスタのストーリーでね、備蓄してますかとか投げかけますけど、物質的な部分と情報的な部分、知識、技術、全部これ備えといて、やばい状況になってもどうにか楽しく人生を歩めるようにしておく。これが今重要なのかなと。ねえ、エンタメ忍者みやゆうの YouTube 言うて、エンタメというかこれ何の動画なんすかっていう話ですけど。けどこれは人生をエンタメ化するには備えが必要ですから。皆様が人生楽しみ抜くためにもこの動画撮ってますんでね。全国民フリーランス芸能人時代から全国民サバイバル時代になるんで、とにかく備えを強化して生きていきましょう。みやゆ TV。ねえ、ワーケーション大全とか言うからなんか無料で旅行できてお金もらえる方法をね、教えてもらえるって思った方もいるかもしれないですけど、現実的なワーケーションでした。これが本当に日本で生きていくために大切なワーケーションです。最初にも言いましたけども、概要欄にね、リンク貼ってますんで、忘れないようにこの URL をメモしとくとか、お気に入りのページに入れといてください。随時コンテンツ追加していきます。あとはね、いいねやチャンネル登録していただけると更新の励みになりますんで、ぜひお願いします。ということで、これからワーケーション大全更新していきますんで、よろしくお願いします。エンタメ忍者みやゆでした。どうも。